黒ずきんの目視へようこそ。マギストス新規シールオブマギストススプーンの登場で、またまた白き森が強化です。マギストスはデッキビルドパック、ジェネシスインパクターズで登場したレベル4魔法使い族のモンスターで構成されたテーマで、融合シンクロエクシーズリンクと多種多様な召喚方法を操るのが特徴的です。今回紹介するマギストス出張では、スプーン1枚から召喚権を使わずに、レベル4の魔法使い族と魔法罠コストを確保することができ、これまで紹介してきた他出張と比べると、出力こそ控えめですが、ノイズ1に対して初動3と、メインデッキの出張がコンパクトである点がポイント高いです。加えてマギストスコロゾにより、場に出てくる非チューナーのマギストスグリモアクロウリーをチューナーである自身に変換することもできるため、アステーレを止められた際にシンクロ召喚につながらない問題のケアも効きます。また、これから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって、非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。福士です。2章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章展開の紹介。まずはじめに白き森におけるマギストスの役割を展開を通じて見ていきましょう。手札のシールオブマギストススプーンを捨てることで、マギストスグリモアクロウリーをサーチ。場にモンスターを1体用意したら、墓地からスプーンを除外してエクストラのマギストスを装備。装備したマギストスメイデンアルテミスの効果で任意のマギストスモンスターをサーチ。クロウリーは手札場の魔法使い族モンスターを墓地へ送ることで手札から SS できます。これで召喚権を使わずに白き森の魔法罠コストを確保しつつ、場にレベル4モンスターを展開することができました。アステーリアが止められてしまった場合でも、クローリー1体で2枚目のアルテミスをリンク召喚し、墓地のクローリーの効果を使って場のアルテミスに墓地のレベル4以外のマギストスモンスターを装備すれば、その2枚を使ってチューナーのマギストスコロゾを SS。コロゾは場の融合シンクロエクシーズリンクモンスターカード1枚と魔法使い族モンスターカード1枚を墓地へ送ることで出せる汎用カードで、召喚条件にモンスター1体ではなくモンスターカード1枚と表記されていることから装備状態であっても素材にできます。手札に魔法罠コストがあればルシエラを出して貫通することができます。最終盤面はマスカレーナ、ヨーマディアベルの計3妨害。誘発受けの悪い白き森ですが、少ない出張枠でコストの確保及びレベル4チューナーを展開できるようになったことで、ディスアドバンテージになることを防ぎつつ、なおかつ新たな貫通札を得られたのがとにかく偉いです。加えてマギストス的には、マギストスフレイムゾロアへのアクセスが大事になるため、スプーンにウララを打ってくれれば魔法罠コストを確保しつつアステーレを通すことができます。では残りの6つの展開もサクッと紹介していきましょう。続いてはアステーレプラススプーン初動で誘発をもらわなかった場合の展開です。ノーマディアベルに行く前にバロネスで蓋をし、ニビルケアをしましょう。
最終盤面はバロネス、ローマディアベル、災いなり、リフレーミングの計4妨害。シンクロモンスターが盤面に多く残るので、ローマディアベルからはカオスアンヘルを出すといいかもしれません。続いてリゼットプラススプーン書道で誘発をもらった場合の展開です。リゼット書道の場合、アステーリア書道と異なり、手札に魔法罠コストがなくても貫通できます。ブーンの効果でマギストスフレイムゾロアをサーチし、この効果に対して最も重いベーラーをもらったとしましょう。ブーンの墓地効果でアルテミスを装備して2巡目のスプーンをサーチしたら、リゼットからルシアを持ってきてアムリターラー、バロネスへとつなげていきます。最終盤面はバロネス、リフレーミングの計2妨害。ここに任意の魔法罠コストが加わると話が変わってきます。アルテミスの効果でクロウリーをサーチ、リゼットの効果でアステーリアをサーチしたら、アステーリアをコストにクロウリーを SS、ルシエラで魔法罠コストを切って無理やりアステーリアを展開していきます。注意点としてアステーリアの蘇生は魔法罠カードが墓地へ送られた場合であるため、墓地へ送られた時点でモンスターカード扱いとなるマギストス装備では不可能で、魔法罠は正規のものである必要があります。バロネスを立てたら白木森展開へと移行しましょう。最終盤面はマスカレーナ、バロネス、マローシルビア、リフレーミングの計5妨害。リゼットプラススプーン書道で誘発をもらわなかった場合の展開です。マギストスフレイムゾロアには起動効果でエクストラのマギストスを装備する効果と、自身がマギストスを装備した際、手札墓地のレベル4魔法使い族を SS する効果があります。途中アムリターラを経由することでアステーリアの蘇生に必要な正規の魔法罠コストをサーチ、クローリーをコロゾに変換したら白木森展開です。墓地のスプーン効果で場のモンスターにマギストスを装備させれば、ローマディアベルのコストを肩代わりできます。最終盤面はマスカレーナ、バロネス、マローシルビア、リフレーミングの計5妨害。ブーンはただの展開補助札ではなく、ゾロアと併用することでれっきとした一枚書道になるのも偉いです。バレルロードサベージドラゴンは、名誉マギストスカードで墓地のアルテミスを装備することで万能無効効果持ちになりつつ、コロゾの素材を確保してくれます。最終盤面はマスカレーナ、サベージドラゴンの計2妨害。ゾロアからでも同様の盤面を作ることができます。
最終盤面はマスカレーナ・サベージドラゴンの計2妨害。第2章構築の紹介。マギストスの属性がばらけている都合、ドミナスパージは採用できなくなりますが、その点を除けば白木森色を多く残しつつも最小限の枠で弱点を補ったコンパクトでいい構築にまとまりました。この手の魔法使い族の多い構築では毎度のことながらお伝えしていますが、言い伝えの発動条件を満たしやすい都合、ピリレイスの地図よりも優先的に採用しています。また、レベル1が中心の西岸出張と異なり、マギストスモンスターのレベルは4であるため、展開を止められた場合でも災いなりが腐りづらいのは評価点です。欠点としては泥場がすこぶる重いことでしょうか。一方のエクストラはやや圧迫気味で、サベージドラゴン、コロゾ、バグースカ、アルテミスだけで最低6枠必要となります。そのためここにプラスもうワンギミック追加とかは難しいでしょう。マギストスは今後の OCG ストーリーズで引き続き強化が確約されているテーマでもあるので、白き森とのさらなるシナジーにも期待できそうです。マギストスについてより詳しく知りたいと思った方は、初登場から4年間マギストスをこすり続けている友人のすりみチャンネルを要チェック。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。